壁の穴の修理やってくぞーらー。ゆっくり工作。始まるよー。ゆっくりのマリサです。ゆっくりのレイムだぜ。壁に穴開いてるのか？ああこれだ。おお、見事に開いてるな。ああ、今回はこれを直していくぜ。ってことで現場にやってきたぜ。にしても誰だよ、こんなに穴開けたの？ウプ主が転んで頭をぶつけちゃって穴が開いたらしいぜ。できたらしいぜって本当かよ。ぶつけただけでこんな状態にならねえだろうよ。ああ、そうだな。おそらく壁パンチだよな。もしくは壁キック。あそこに見えてるの柱じゃねえか？柱にパンチしたのか痛かったろうに。ここの他にも家中穴だらけになってるんだ。今後は壁の穴修理動画をシーズン化してお送りしていこうと思うぜ。そんなのやめてくれ。ところで、こんなでかい穴どうやって直すんだ？じゃあ早速、直していくところをお送りするぜ。それではゆっくりしていってね。これは何してるんだぜ？修理箇所をマーキングしているんだ。紙テープで印をつけてわかりやすくしているんだな。つけ終わったな。壁紙をカッターで切るのか？切れ込みを入れて壁紙を剥がすんだ。剥がし終わったらドリルで穴を開けるぜ。どうしてやめたんだぜ？石膏ボードの裏に木が入ってたんだ。木があったらダメなのか？この後の小切りで切るんだけど木があると邪魔になるんだ。そうなのか？少し位置をずらしてやり直すぜ。開いたな。同じ感じに4箇所穴を開けていくぜ。結構簡単に開くな。厚さが9ミリしかないってのもあるけど、石膏ボードは脆いからすぐ開くぜ。こいつはオルファの出し入れできるノコギリだ。普通のカッターも一体になってる優れものだぜ。オルファってカッターで有名な会社だな。2つの機能付きなら使いやすいのかな？それが正直使いにくいんだぜ。ノコギリを出した時かなりしっかりと締めないと、押したり引いたりする時に動いて、刃が出たり入ったりするんだぜ。それはちょっと使いにくそうだな。カッターの方は締めて固定できないから力加えて切れないんだ。それは残念だったな。まあそのうち便利だと思える時が来るだろうからいいんじゃね？そうだな。この場所は下地のところに木が入っているところだ。木があるから切りにくそうだね。気合い入れて切るぜ。なんかさ、切ったらダメな柱とか切ったりしないよな？大丈夫。この木は抜きといって、壁板を支えているための木だ。いらない子なの？まあそこまで重要でもないところだな。重要といえば筋交だな。筋交？地震なんかの衝撃を受け止めるかなり重要な柱になる。斜めに取り付けられてる木だ。そんなのがあるんだ。俺の技術は世界一。すぐやらかすくせにすごい自信だな。自信を持つことは大事なんだぜ。ここにも木があるな。耐久性に関係ないところだからガンガン行こうぜ。ああ任せろレイム。ちょっと待て。どうしたんだなんかあったのか？やっちまった。筋交い切っちまった。筋交いって、さっき言ってた超重要なやつじゃん。そんなの切っちゃったら耐震性下がるんじゃね？でもよく見たら切れてるの1ミリ以下だわ。そうなのか？ああ、どうも筋交いと横向きの木が合わさったところで、切ってたみたいだな。合わさったことでなかなか切れなかったんだ。そのおかげで助かったのね。かなりラッキーだったぜ。穴のサイズ測って何すんの？ここにはめる板を作るんだ。測った大きさになるように板をカットするぜ。ぴったりはまるように正確に切るんだな。いや、そこまで正確じゃなくてもいいんだ。隙間があれば埋めればいいし、大きかったら壁の方を削ればいいんだ。結構アバウトでいいんだな。そしたら取り付けていくぜ。金槌は使わないのか？ああ、外すとき大変だし音も大きいからな。使うと家族からの苦情が半端ないぜ。叩くときに出る振動って響くからな。
まあ昼寝の邪魔されたら怒るのもしょうがないな。ビスで固定していくぜ。ちょっと散らかって汚くない？片付けてからやった方がいいんじゃね？うつ主は掃除が苦手なんだ。だから全部終わってから掃除することにしてる。へえ、じゃなく、板をはめ込むんだな。ああ、固定のための穴の場所もマーキングするぜ。バカ。バカ。バカ。パカパカうるさいわよ。ここから板に穴を開けて固定していきます。どんどんやっていくぜ。終わったぜ。なんかどっかで見たような演出だったな。木工系動画でおなじみだな。なんとなく真似してみたぜ。またカッターできるの？ああ、パテを塗るために端の壁紙が邪魔なんだ。なんか段取り悪くねえか？ DIY だからな。細かいことは気にしなくていいぜ。結構隙間があるな。ああ、ここにパテを入れてくんだ。これがパテだ。袋に穴が開いてるぞ。このパテは粉状になっていて、水を混ぜて使う。薄めすぎたから粉を足すわ。何度でもやり直せるぜ。こんな感じになったら OK だぜ。これを塗っていくのね。隙間に押し込むように塗っていくんだ。なんか塗りにくそうだな。木の端材で塗ってるからな。これしかないから我慢なのだぜ。塗り終わったな。なんかちょっとデコボコしてるぞ。デコボコはパテが乾いた後で平らにするから大丈夫だ。平らにするための紙やすりを用意するぜ。これは何？スポンジ？これはソフト99のサンドペーパー用研磨パッドだ。紙やすりを巻きつけて使うんだ。そうか、10年前に買ったやつなんだけど今回が初使用となる。よくそんなもの見つけてきたわね。乾いたからガシガシ削っていくぜ。一体いつまで乾かしてたのよ。1週間も乾かしてたじゃない。しょうがない、いろいろ忙しかったんだ。いい感じに平らになったかな。と、思ったけどまだあちこちでこぼこしてるな。一度で平らにならなかったからもう一回パテ塗りするんだぜ。パテ塗って、伸ばす。伸ばす。お。ヘラ使ってるな。どうしたんだ？さっきダイソーに行って買ってきたんだぜ。こんなのが100円で買えるなんていい時代になったもんだぜ。おじいちゃんか。塗り終わったぜ。これなら大丈夫そうね。ああ、ほとんど平らになってるな。もう一度削るぜ。根気が必要だな。次に壁紙を用意するんだぜ。大きさはどのぐらいなんだ？さっきの穴より少し大きめ。縦横プラス10センチぐらいずつ大きめにカットすればいいぜ。直近。直近。ザックザク。ザックザク。これは海苔か？でんぷん海苔だ。海苔がなかったらご飯粒でも代用できるぜ。今時そんなことしてる人いるのか？そしたら海苔に水を加えて混ぜる。どうして水を加えるんだ？水で薄めることで海苔が乾く速度を調整するんだ。塗る範囲が広いから薄めておかないと、貼り付ける前に乾いてしまうんだぜ。何か色変わってね。本当だな。薄いピンク色になってるぞ。これはあれだ。前に水彩画で使った筆だ。なんぞ。多分ちゃんと洗わずに片付けちゃったんだぜ。問題ない？色が薄いから大丈夫だよきっと。さあ塗っていくぜ。水で薄めておいたからここで乾かないのね。
そういうことだぜ。塗り終わったな。そしたら壁紙を貼っていくぜ。端をテープで固定する。下の壁紙の穴よりも少し大きい位置でカットするんだ。下の壁紙も同じ位置でカットする必要があるから、力を強めにかけてカットしていくぜ。下側の壁紙が切れないとまずいのか？壁紙の在庫が少ないから、やり直すことが許されないってんで、ウプ主的には最重要ポイントだな。緊張の瞬間でございます。これで一安心。そしたら下側の壁紙を剥がしていくんだぜ。はい、ここでまた重要ポイント。なんだぜ？剥がしたところが白くなってるだろ？ああ、白いな。この状態であることが大切なんだ。よくわからん。どういうことだぜ？この白いのは石膏ボードの一部なんだ。この白い薄紙を剥がしてしまうと、元の石膏ボードの厚さより薄くなってしまう。壁紙をきれいに貼っても境目に段差ができてしまうんだ。そうなのか。でも間違って剥がしたかどうかわかるのか？ああ、薄紙を剥がしたら茶色の下地が見えるぜ。それで判断できるんだ。結構簡単に剥がれるのね。これは剥がしやすくするために水で濡らしたんだぜ。意図的にやろうとしなければ多分大丈夫だぜ。剥がしちゃったらどうすんの？パテ塗りからやり直しだな。やり直しは嫌ね。そしたら糊付けしていくぜ。糊ってはみ出して塗ってもいいの？はみ出しは少ない方がいいけど、後で拭き取ればいいんでそんなに気にしなくてもいいぜ。塗り、ペタ、ペタ。なんか間を持たせるのが大変だな。ああ、喋らせるキャラが2人だからいいけど、1人だと厳しいな。ローラーで密着させていくぜ。おお、つなぎ目が見えなくなっていく。一番楽しい瞬間だな。だいぶん消えました。小さい穴も同じ要領で直していくぜ。頑張れマリサ。小さい方も塞ぎました。なんか気持ち境目が目立つな。多分、周りの壁紙が汚れてるから目立つんじゃね？汚れ落としたら目立たなくなるかもな。濡れ布巾で拭き取ります。最後にローラーで馴染ませてみます。まあ大体消えたな。おお、見違えるように綺麗になったな。ああ、成功だぜ。糊が完全に乾いたらマジで見えなくなったぜ。ここまで見えなくなったら十分ね。ああ、見違えるほど変わったぜ。まさかこれほどうまくいくなんて思ってもみなかったわ。ああ、次回の動画からも何度も壁の穴塞いでいくぜ。ほんとやめて。それじゃ、今回の動画は以上となるぜ。少しでも面白いと感じたらチャンネル登録よろしくなんだぜ。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。